皆さんこんにちは。チャプターズブックスター書店主の森本萌乃です。はい、今ねちょっと背景がいつもと違うんですけど、パリの今回の滞在を終えて今は韓国のトランジットで一泊ホテルに泊まっているところです。で今回一泊しかないんでもうソウルの方行きたくないなと思ってインチョン、もう空港からシャトルバスで20分ぐらいで着くネストホテルインチョンというところを撮ってみました。それがなんか結構広くてお部屋がめっちゃ綺麗なの。一人でテンション上がっておりますこのトランジットの一人滞在の時間を使って読書じゃない話をしてみようかなと思って、適当にねもうなすがままで撮り始めてみました。ちょうど2026年も半分折り返しというタイミングですね、でそうちょうどね私毎年この時期振り返りっていうのを一人でやるんですよ。この誰にも見せられないノートに書いていくんですけど、でここにね今回も、プラスマイナスフューチャーって書いて2026年の前半良かったこと達成できたこと、あと一つだったことやれなかったこと後悔で、それをどうするかっていう今後どうしたいかっていうので全然バラバラでいいんですけど文章でわーって書くっていうのもねもうずっとやってます。なんかこういうのをさジャーナリングって言うんですよね。けどジャーナリングって言うとさかっこいいこと書かなきゃいけない気がしちゃうので私その言葉とっても苦手なんですけど私がやってるのってもっと汚いなんか誰にも見せられないようなものを展開しているので、でもこれがジャーナリングなのかな。みんなも見せれないよね多分自分のノートとかってだといいな、私だけじゃないといいな。でなので2026年ここにあるんだけど前期振り返りって書いてプラスマイナスフューチャーってね書いていろいろやってます。なんか大したことないのよ。例えばなんかねプラスはねキックボクシングを始めた。そう去年できなかったことの持ち越しでキックボクシングやるって書いてたから2025年末の自分がそれができたみたい。あとは意外と哲学できたって書いてある。考え事したのかないろいろ。確かにちょっと思考が巡ったかも。あと居心地のいいとこ抜け出そうみたいなことを去年の自分が書いてたんで年末にそれを意識していったのかなって気がしますとかね。なんか結構忘れちゃうんですよ半年前のことだから。自分への申し送りじゃないけど仕事も忘れちゃうから自分も自分のこと忘れちゃうから、なんかこうメッセージでバトンがね半年前の自分から渡ってくるって一番信用できるじゃないですか自分が。だって自分だからその過去の自分からの申し送り本当に幼稚園の手帳とか小学校の通信簿みたいなもんですよね。もうちょっと頑張りましょうとかここは大変よくできましたみたいなことをなんか自分が言ってあげてるようなものになっている気がします。でねマイナスの方はね洋服をつい買っちゃうって書いてあるこれ恥ずかしいな。でも確かになんか今36歳何を着ていいか分からなくて、パリはねもう汚い格好でいいんですよみんなわーってもうぐちゃぐちゃなんで街も汚いしだからほんとこんなタンクトップもうずっと私このなんていうの形アメスリっていうのこのアメリカンスリーブが大好きなんですけど、日本でさこれ1枚でさ街歩いてんのかなみんな。なんかそれって細くて綺麗な人しか許されないのかな。なんかそういう日本のこう見られたらどうしようみたいなことってやっぱり私も抜け出せなくて、でこれで私はいいんだっけみたいなことを考えてしまうことも含めて多分服をついいっぱい買っちゃうって書いてます。もう洋服趣味だから服を買うのをやめるとかミニマルな生活にするとかも全然私のコンセプトではないんだけど、自分の服って言ったらこうだよねみたいなもうちょっとルールは欲しいかなって最近思ってますね。あとはもう少し健康に気を使う習慣をつけたいって書いてますねなんか毎回ねこれ本当に毎年書いてて毎年達成できないのが朝走るって書いてるねこれだけは守ってあげられないんですよね。キックボクシングがこうちょっと飛び級して達成しちゃった感じで朝走れないしな。みんな健康どうしてますかね。しかもさ読書好きだともういい本に出会ったら人生満たされた感じになっちゃって幸せでもそのまま寝落ちしたり、結構まあ部屋にいる割とこうじっとしてやることじゃないですか読書だからね。どうしても運動遠のいちゃう。私好きなんだけどね運動ちょっとなかなかできないです。みんなどうしてますでしょうか。なんかそういうマイナスをまた書いてますね。私はもういつになったら朝走るんだ私はってね、これやり始めて、やってない年もあったりしてわかんないけどもうずっと書いてる気がします。で下期の心意気、これは結構仕事のことが多いかなと思うんだけど、
どうにかするって書いてる。何をどうにかするんだろうこれ書いたのつい先日なのになんかをどうにかするらしいです。はい。あとね書いてるわ。自分に飽きないでおしゃれをするって書いてる。そんな感じでジャーナリングっていうと素敵だけど、半年に1回私は書き殴るっていうのをやってて、あとは本当落書きしたりとか、なんかもうバカって一言書くだけで冷静になれる自分がいたりとかして、人に見せるっていう前提で作らないものがすごくいいなと思うので、だから流行ってるのかジャーナリング。もしねやったことない人もジャーナリングしなきゃって思うと結構ルールとかあったりとか、いろんな人が丁寧にやってるけど、プラスマイナスフューチャーだけ書き殴るっていうのを半年に1回やる。これを多分やってるだけで多分ジャーナリングっぽくなってくるからぜひやってみてほしいなと思って私もやったので話してみました。でちょうどこのねノートがこれカルティエ美術館で買ったやつが終わったんで、次こっち行きます。これこの間友達がくれたんですよ。萌えのフランス語頑張ってねって言って、フランス人のお友達カップルがくれた、このなんかねフランスパリのメトロのチケットのデザインになってるノートみたいで、ここにねちょっと次からもう日付も書いてる。Since 29th May、 そうね、だから5月29日にもらったんだ。そっからちょっとまだ書いていこうかなと思ってます。なんかノートはずっと私多分20歳の時からずっとこうペラペラのノートでボロボロで書くっていうのをずっとやってて、そのノートは取ってあるんですよ。やっぱその中にね結構ハッとするいいこと言ってたりとか、逆にこう愚痴とかをガーッと書いてて、やっぱこういう言葉って書いた方も疲弊してるし読む方も疲弊するなと思って、やっぱりもうちょっと心穏やかに過ごしたいな、綺麗な言葉使いたいなと思ったりとか、反省もたくさんあるんで、なんか貯めていくのはいいんじゃないかなと思ってます。なので私もねこのタイミングにやってみましたっていう。なんかあったかな。そっか、私パリから帰ってきたんだ。パリ今回2ヶ月いて、なんかそれのじゃあ無駄話しようかな。今回はもうとにかくAI と向き合う、私的にはもう AI 強化合宿だったんですよ。 AI がねすごいって、 AI が何でもできるみたいな、もうウェブニュースもそればっかりじゃない。なんかそれはもちろん知ってたし、私も日常的にチャット GPT と会話したりとか手伝ってもらったりとかね、画像生成とか文章作成してもらってるんだけど、もっとできるんじゃないかっていうのがあって、ちょっとパリは2ヶ月間かなり本腰入れて AI 触ってみました。チャット GPT でしょ、クロード、あとランウェイっていう動画生成ソフト、これ全部もうフル課金ですごいお金使ったんじゃないかな。ちょっとまず課金していけるフルスペックで見てみようと思っていろいろいじってみてました。なんかそしたらねやっぱねできるね、 AI は何でもできるっていう言葉はね本当であり嘘だなってことに気づけたのが良かったです。本当だなって思ったのは、これまでって例えばじゃあ洋服を作りたいって思ったら誰にお願いしようってなるじゃないですか。でもそれが洋服を作りたいって言ったら結構 いける3歩先ぐらいまで一緒にやってくれるんですよね。なんかそういうやれる範囲、自分だけで進められるステップがすごい増えてるなと思って、でそれもあらあらでよければ多分6割5割ぐらいで叶えられると思う、自力で。でも一人でやっぱ仕事するとすごい荒いなと思って、人と仕事するでその中ではこうびっくりするようなアイデアが返ってくることとかがやっぱり仕事でも人生でも楽しいんだなって、人付き合いの醍醐味だなっていうのを感じたりしながらもうずっと格闘してました。でね、もうこれなんて一人で手動でやった方が早いじゃんみたいなことも一旦ちょっと AI で自分で自動化できるかやってみるみたいなことをやってたら、もうとにかくイライラしてパリにいることを忘れましたね。本当にずっとパソコン見てたな、特に最後の1ヶ月とかは。でもいい時間だった。そのフラストレーションも含めて、じゃあこれは人にお願いしようとか、でもここは AI ができないから私やっぱりこれからも頑張んなきゃいけないんだとか、仕事のなんかこう線引きが今後変わっていくのかなって気がした。話戻ると AI は何でもできるは、何でもできるけど、薄味で何でもできるってことだなと。だからやっぱいい仕事したいときは自分はここまでできたっていういいオリエンをするっていう意味で、より私の頭の中をもっと知ってもらうっていう意味でいい仕事をするチームを作るために使っていこうと思いました。そんな感じで、みんなも気負うことなくっていうか、適当にジャーナリングこのタイミングで上期下期の自分自身の振り返りやってみると楽しいんじゃないかなと思って、で今ちょっと暇で一人で喋りたかったんで撮ってみました。はい、それじゃあまた次の動画で会いましょう。失礼します。